皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は半導体の量産と ICT の療養エレクトロの統合により誕生したエレクトロニクス商社量産療養ホールディングス 167A を点検していきます。ちなみに豆知識ですが、証券コード 167A にアルファベットが混ざっているのは近年数字だけのコードが枯渇してきたため、2024年以降に新規上場する企業には英字入りの新ルールが適用されているからなんですよ。同社も2024年4月に設立されたばかりの新しい会社なのでこのコードになっています。現場としては見逃せない特大の減配リスクの匂いも漂ってきていますので、今回はそこをしっかりと深掘りしていきます。最後までご安全に。まずは初動点検です。のんびり点検シート。まずは同社の基本スペックをサクッと点検していきましょう。配当利回り 5.20%、 合格 3.0% 以上の基準を大きくクリアする高水準です。 ROE 稼ぐ力約 7.1%、 不合格 10.0% には届いていません。事後資本比率 57.0%、 合格 50.0% 以上で安定しています。配当成功 92.0%、 不合格 50.0% 以下という基準を大きく超過しています。今期予想判定としては要観察となります。 5% を超える高い配当利回りは非常に魅力的ですが、配当成功がかなり高い水準にあり、利益からの余裕が少ない点には警戒が必要です。次に事業内容の点検です。稼ぎの柱。同社の稼ぎの柱は大きく2つの現場に分かれています。1つ目はデバイス事業です。全体の売上の約 72.2% を占めており、自動車や産業機器向けの半導体、電子部品を扱っています。会社の強力なエンジンともいえる現場ですね。2つ目はソリューション事業で売上の約 27.8% を占めます。ここでは AI 関連やサーバー、ネットワークなどの ICT 設備を扱っており、これからの時代を動かす頭脳の部分を担っています。同グループの最大の強みは旧量産が強かった半導体と旧療養エレクトロが強かった ICT、AI という異なる得意分野をがっちりと掛け合わせたことです。部品の供給からシステムの構築・導入までを一気通貫で提案できる二刀流の頼もしい存在になっています。続いて業績の軌跡点検です。過去5年の推移。同社は新しい持ち株会社のため、統合前の2社の軌跡を合算して過去5年のトレンドを振り返ってみましょう。毎年の数値をただ追うのではなく、全体の流れを見ていきます。2022年から2024年にかけては世界的な半導体不足や旺盛な IT 投資の追い風を受け、両社合わせた売上高は2800億円台から一気に4200億円規模へと急成長を遂げました。利益も右肩上がりで絶好調の時期でした。しかし直近の2025年以降は産業機器向けなどの半導体需要が落ち着き、調整局面に入ったことで少し足踏みをしています。独自による急成長から一旦落ち着きを取り戻している段階ですが、まさにこの向かい風のタイミングで2社が統合したことでお互いの弱点を補い合い、次の成長サイクルに向けた足場固めをしているストーリーが見て取れます。今期予想は再び増収増益を見込んでいます。次は財務の深掘り点検です。貸借対照表を点検します。現金の多さ。手元にあるすぐ使えるお小遣い現金は300億円です。有利子負債の状況。銀行などからの借金は376億円です。自己資本比率。会社の絶対に返さなくていい自分のお金、貯金箱の厚みを示す自己資本比率は 57.0% です。借金が手元の現金より少し多い状況ではありますが、貯金箱の厚みである自己資本比率が 50% をしっかりと超えています。商社というビジネスモデルを考えれば、会社の体力としては十分にがっちりした骨組みを持っており、今すぐ倒産リスクを心配するような状態ではありません。ここからが本日の最重要ポイントである株主還元と減配リスクの点検です。まずスライドの過去の配当推移についてですが、同社は2024年設立の新しい会社のため、グラフにある2024年以前の配当金は規模の大きかった旧量産の実績を参考値として表示しています。それを踏まえて見ていきますと、1株当たりの配当金は前期実績の140円を今期も据え置く予想を出しています。しかし稼いだお給料、純利益からどれだけお小遣い、配当として株主に還元しているかを示す配当成功は前期の 59.7% から今期予想では 92.0% へと跳ね上がっています。
これはその年に稼いだ利益のほぼ全てを配当に回しているカツカツの状態を意味します。さらに現場をざわつかせているのが、連結売上高のなんと 23.4% を占める超特大の取引先ルネサスエレクトロニクスから特約店契約終了の申し入れがあったというニュースです。もしこのまま大きな売上の柱がごっそり抜け落ちた場合、本業の利益はさらに圧迫されます。現状は厚い自己資本、過去の貯金があるためすぐに配当が切られるわけではありませんが、配当成功がすでに 92% に達している以上、この穴埋めができなければ中長期的には減配リスクが極めて高い現実的な問題として重くのしかかってくると点検せざるを得ません。次に直近決算と将来目標です。最新の第3四半期決算では売上高は前年同期比で 2.4% の減少となりましたが、売る商品の組み合わせ、売上構成が変わったことで採算が改善し、営業利益は 16.8% の増益を確保しています。また先ほどのルネサスショックに関して直近の2026年4月10日に今期の業績予想への変更はないとの発表がありましたが、来期以降にどう影響してくるのか、AI 関連などのソリューション事業をどれだけ早く伸ばせるかが会社の未来を左右する最大の鍵となります。続いてチャート需給点検です。現在の株価は2690円付近で推移しています。年初につけた3450円の高値からは大きく調整が入り、ルネサスのニュースを受けて下値を探る展開が続いています。信用改ざんは約 29.8 万株、信用倍率は 2.30 倍と需給面での過熱感はそれほどありません。悪材料が出て株価は重たい動きになっていますが、 5.20% という高い配当利回りがこれ以上下がらないための強力なクッションとして意識される水準で耐えている状態です。最後に結論です。統合によって半導体と ICT の二刀流を手に入れたポテンシャルの高い企業です。自己資本比率 57% の安定した骨組みと食品などがもらえる株主優待制度は大変魅力的です。しかしルネサスとの特約点検約終了という巨大な悪材料と 92% に達する高い配当成功を考慮すると、将来的な減配リスクは常に隣り合わせの現場と言えます。投資戦略としてはこの高い配当利回りだけを鵜呑みにして飛びつくのではなく、今後の決算でルネサスの売上減少をカバーできるだけの新たな稼ぎ口、 AI 関連などが育っているかをしっかりと確認できるまでは手を出さずにヘルメットの紐を締めて監視に徹するのが安全第一な作業員の立ち回りではないでしょうか。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方はぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。